車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今回はフリードの新旧比較ガソリンモデル編です。2024年に登場した3代目とそれまでの2代目の比較。最近は準内燃機関のモデルを ICE と書いてアイスなんて呼ぶようになってきましたが、意味が伝わればいいのでガソリンという言い方でいきます。で、まずフリードのガソリンモデルだったら1点2点除いて自分は新型が良いと思います。同時に新型同士でガソリンとハイブリッドを比較しても新型のガソリンが良いと思っています。これはステアフィールとか乗り味に関する部分でそう思っています。そしてもう一つ理由が追加されました。フリードはこの2月、2025年の2月から EHEV が値上げされちゃいました。EHEV 全グレードで一律16万5000円のアップ。これによってガソリンと EHEV の差額は50万円まで開いています。大きいですよね。減税、あるんでしょうけれどもね。で、フリードとガソリンのエア EX が270万円。で、EHEV エア EX が321万円となっています。こうした理由から、このフリードね、ガソリンモデルの注目度が増したんじゃないかななんてね、思っています。ということで、張り切っていきます。では最初にエンジンと加速感というテーマからいきます。はじめに展開時のエンジン音、同じ路面で同じマイクで収録していますので、この音を聞き比べてみてください。じゃあこれでいきますね。はい、全開踏みます。じゃあちょっとね、これで本線出て、ここから踏んでいきますね。今50キロです。はい、行きます。なかなかあれですよね。この車ね、回転数上がっちゃうと速いんですよね。後ろ車いるけど速度起こったんで S レンジでもう一回踏みます。ふおーっとね。なんだ、こういう気持ちよさってのは速さじゃなくてね。いかがです？自分はちょっと意外にも現代フリードの方が荒っぽい迫力があって、で新型フリードの方が粒の揃った質感高い音に聞こえます。で、この意外という意味がね、2台のエンジンには違いがあります。先代の方が高性能タイプというか、正確には一般的には高性能と言われる直噴タイプ。で、新型はベーシックなポート噴射タイプと燃料のね、噴射システムにちょっと違いがあるそうです。同じね、L15B と D でほぼ同じエンジン形式なんですけれどもね。で、そうね。ここでちょっと違いがあって、仙台の方が高性能タイプなんですけれども、音だけ聞くと、新型の方が高性能エンジンっぽい感じと感じますので、ここがね、意外です。で、あと、スペック。スペックで言うと、最高出力は仙台の方が10馬力高いです。これが率にして8% 程度。あんまりね、比べない限り体感できないというか、体感しにくい差ですが、一応スペック上の差があります。で、体感的な加速特性については、こんな感じ。馬力が低いエンジンっていうとね、高回転で回らないとなるわけですが、フリードね、新型フリード、ちょっとなります。大きめにアクセルを踏むと、3000回転付近に回転がまず上がります。で、ゆっくりね、加速を始めます。そして4000回転を境にトルクが盛り上がる。なので、これがね、すごい伸びていく感じにつながります。ワンテンポ置いて伸びる特性。なので、すごいね、中回転が得意なエンジンとね、感じさせてくれる。この CVT のね、味付けが上手で、ホンダらしさをここで表現してるのかなっていう気がします。続いて、日常域でのエンジンノイズ。静粛性ですね。アイドリング中もしくはごく低速時は新型の方が静かで、そこを除くと同じぐらいのノイズレベルという印象です。アイドリング中ですと
仙台フリードの方ね、ちょっとパチパチパチといった、高圧での燃料噴射、インジェクターの作動音とね、思われるような音がします。これがね、直噴システムでよくある音です。で、新型ですとね、これが聞こえないので、もう単純に快適です。で、あと、普通に走ってる時で言うと、新型のエンジンも、結構ね、音量自体は大きな音として、車内に入っていきます。グオングオンとね、こう、アクセル操作に応じて、音が聞こえます。ホンダってね、この辺、抑えるより効かせてくることが多くて、その分というか、逆に大きく踏んだ時の音量の盛り上がり、このギャップがね、小さいです。で、ちょっとここでね、今回比較する2台と全体的な印象を一言で端的に言っていきます。まず、今回比較する2台は、3台目が2024年式 Air EX274 万円。で、2台目が2023年式の G233 万円。オドメーターが示す走行距離は、それぞれ100キロと6000キロの時に乗りました。新型の方がね、オドメーター100キロということで、もうほとんど新車。なので、まだね、本領発揮するにはまだちょっと早かったかなって気もするんですよね。乗り始め、まだ100キロ未満の時から乗り始めまして、少しね、ギスギス感があった。で、百数十キロだったかなあたりまで乗ってきて、それが気にならなくなってきたぐらいの感覚でした。で、仙台の方ね、初期モデルから乗り味変わってると思われますので、2022年とか23年あたりのモデルに限る話になります。で、全体的な印象。これで言うと、新型が完全上位互換のように思います。ただ、それでもね、リアシートの乗り心地に関しては、仙台の方が不快感ないと感じられる方がいらっしゃると思います。そうね。これちょっとおいおい述べます。で、あと、内外装は好み分かれそうです。ということで、ボディデザインとボディのディメンションから見ていきます。ベーシックなエアーですと、個性は代わりに前後のヘッドライト、こことか、後ろ、この光り方でね、個性が演出されるのかなっていうのがね、見受けられます。ボディ全長はプラス 45mm。で、ホイールベース、この部分は変わらずに、フロントのオーバーハング、ここが伸びるそうです。オーバーハングってタイヤの外側に張り出す部分を指します。でね、ここが伸びると、ちょっとね、前長くなるのは事実なんですけれども、上から見てみるとね、バンパーの角の部分がくびれている、えぐれてるっていうのかな。それが見受けられます。で、ここをね、えぐれていると、狭いとことかね、結構勘で適当に回っても、意外とぶつけにくかったりしますから、よく考えられてますよね。これ、ちょっとね、2枚の写真を同時に出しますと、いかがです？根元の付け根の位置と、タイヤの位置とかね、それとルーフの始まりの位置、そんなに変わらないのかなっていう気もします。ただね、こうした部分とダッシュボード奥行きとか、あとドアミラー周辺のね、視界見切りとか、こうした部分ってね、少し変わるだけでも感覚的には大きく変わってきますので、で、ボディカラーは9色のラインナップで始まるみたいです。こうやって見るとね、結構濃い色が多そうなんで、こっちにね、力が入れられているのかなと。無料で選べる色は2色。黒と明るいシルバー、この2色かなとなっています。で、残りの7色はね、優勝色となっていました。自分の印象としては、新型の方は、ヘッドライトから先進的なイメージを受けます。自由度高い LED による表現が新しさを感じさせてくれるみたいなね、印象です。で、全体的には、機能帯っていうのかな、オーソドックスな 1.5 ボックススタイルで、これがね、結構大きく見えます。そして仙台の方は、キリッとしたフロント周り。この辺りがね、もうしっかりデザインされたような、もう凝ったというか緻密というかね、もうちゃんとデザインされたような、そうした印象を受けます。一方で横から見ると、ちょっと可愛らしいなんてね、表現したくなるような丸さを感じます。本当はもう少しこうね、ボディの全長に長さがあると、その前からと横からと統一感があるんでしょうけれども、そしたらフリードじゃなくなっちゃいますからね。ここは一粒で二度美味しいと、表現を持った方が気持ちいいです。では続いて内装をいきます。内装は
新旧フリード比較ハイブリッド編で触れていますので、今回はここぞという点のみに行きます。ではまずちょっと箇条書き的に。ボディ見切りと車両間隔の取りやすさで新型。凝った造形や複雑な作り込み、表面処理の質感、ギミック的な機能で仙台。リアシートはほとんど一緒で、新型が少し改良されています。で、ちょっとずつね、補足していきますと、狭いところでの走りやすさとか、コンパクト化的な気楽さ、こういった部分はね、新型がかなり優れています。メーターの位置とか、ダッシュボードの作りとか、あと A ピラーの位置、作りとかね、こうした部分が良くて、で、フロントシートをね、一番下げて座っても、まだ高く感じられるぐらいに、見晴らしがいいというか、周りがね、よく見える。で、感覚も取りやすい。このあたりはね、もう新型がすごくいいところです。逆に、そう、インパネの作りとかね、そのあたりで立派さとかね、作り込まれてるねって感じるのは、仙台の方。立派なんでね、新型を機能見て表現したら、仙台のはちょっと無駄に立派なんていうね、言葉にもつながっていきますけれども、とにかく立派です。で、機能も豊富。ほんとね、このあたり好み分かれそうな部分。で、あと、リアシートね。リアシートほとんど一緒です。まず2列目は、ハイブリッドと比較したときにガソリンモデルの方が座りやすいです。理由は足元の前の方の位置の膨らみに、起因します。そこがね、ガソリンモデルはへこんでいるので、リアシート座りやすい。で、3列目は新型がちょっと優れていまして、まずシート自体が軽くなりました。これによって上げ下げがね、楽です。で、あとは、上げたとき、収納したときに、この間に残る空間、これが新型の方が広くなっているということで、このあたりね、新型がちょっとリードしています。で、あと、その他内装の映像とかは動画中に挟んでいきます。で、続きまして、燃費の話題。カタログ燃費。カタログ燃費で言うと、新型が WLTC モードで 16.3 キロ。そして仙台が17キロ。仙台の方がね、若干良いです。これはエンジンの、ちょっとした違いと、あとは車重によるところなのかな。で、試乗時の燃費で言いますと、同じとこをね、走ったわけじゃないです。同じような場所を同じ時間に、2人乗車という条件まで一緒で、こんな感じでした。まずね、新型の方、多少混み合う市街地から幹線道路に抜けて、最も悪い燃費が表示されていた時の燃費、これが 10.2 キロが表示されました。また、高速道路と流れの良い幹線道路をメインにしたシチュエーションで言うと、127キロ走って燃費13キロが表示。その他、ハイブリッドと燃費比較のね、動画を撮ったんですけれども、その時はね、確か17キロぐらいだった気がします。で、仙台の方もね、大体一緒です。条件の良い交通状況で燃費を意識して走ると17キロほどでした。で、高速道路と渋滞含む150キロの走行で13から15キロ台を表示している時間が長かったです。で、あとね、こっち仙台の方はシエンタと燃費比較をしました。それぞれ概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければご覧ください。続きましてのテーマは乗り心地です。乗り心地ね、質感という部分と優しさという部分でちょっと分けて見ていきます。で、まず質感という言葉を使いますと、新型の方が2レベルぐらいいいです。すごくね、質感が高い印象です。で、その内訳はサスペンションとタイヤ。で、サスペンションはね、動き始めが抜けていて、柔らかくて、でその先はちょっと硬くなりますけれども、動き始めが滑らかなので、路面のザラザラとか、ちょっとした凹凸とかね、本当、普通に走ってる時に滑らかさを感じやすいサスペンション。で、あとタイヤ。今回乗ったのがグッドイヤーブランドのタイヤがついていました。で、これがね、見た目的には硬そうに見えます。一個一個のブロックが大きくて、ちょっと特徴的で少し硬そうに見えます。ただ、乗るとね、これがトレッド面柔らかく感じられるんですよね。で、触っても、ちょっと気になって触ったんですけれども、触ってもね、柔らかい。で、これがそのサスペンションと相まって、本当ね、普通の路面で、そんなに
ないような特殊なゴツゴツを除いて、すごくね、滑らかです。で、このあたりがね、質感というところにつながっていきます。あと、そうね、ビシビシガタガタとかの音も出にくいですね。で、特にフロントサスペンションが柔らかいバランスですので、フロントシートに座っているとこの質感をよく感じられる。ただ、優しさという言葉を使うと、意外と仙台の方もね、捨てがたいという部分が出てきます。仙台の方は、サスペンションね、硬くはないです。硬くはなくて、新型よりも全体的に見れば、柔らかいと言いたいぐらいの感覚なんですけれども、動くときにね、ちょっとコツ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 っていうね、少しフリクション的な抵抗があって、これが終始発生している。今回、新型の方が、オドメーター100キロで、仙台の方がオドメーター6000キロでしたので、仙台の方がね、馴染んでるはずなんですけれども、この、ちょっとしたフリクションで言うと、仙台の方が感じられました。で、これが質感という部分で、新型より2レベルを取るといったところにつながります。ただね、リアシート2列目、3列目に座った時の優しさという面で言うと、仙台の方がね、いいかもしれない。それは、大きいね、ゴツンとくるような段差とか、あと橋の継ぎ目とかを、80キロ、100キロとかでね、高速道路にあるような感じの段差です。それを越えていく時のズシンズシンっていう感じが、新型の方がちょっときつかった。で、そこで仙台の方がね、こう何も考えずに乗れるというか、ほんとね、普通っぽい感じの乗り心地で、違和感ないというか嫌な部分が出にくかったのを、記憶しています。この仙台の方がね、乗り心地全体的に、フロントシート座っても、リアシート座っても、本当普通とね、いう言葉を使いたくなるような、本当にそんな感じの、特別なことがないサスペンションで、乗り心地もそんな感じです。ちょっと繰り返しますと、質感っていう部分ではやっぱり新型。でもちょっと2列目できついとこがあるので、人によってはね、仙台の方が、何にも考えなくてよくて普通に乗れるから、いいとこう感じられる方もいらっしゃるのではないかと、そうした感じです。で、続きましてはハンドリング。ハンドリングで言うと、問答無用でっていうかね、もう全体的に全ての部分で新型のレベルが高いと自分は思います。それはハンドルの回し心地ですとか、戻り方、それから曲がっていく時のね、応答性の良さ。こうした部分がすごくね、体に馴染みます。新型の方が見晴らしが良くてね、シートを下げても、高く感じられる。高い位置に座ってるような感じというのをね、先ほど述べさせていただきました。ただ、乗るとね、高さを感じるのは仙台の方です。仙台の方が、少し高い位置に座ってるような感覚を受ける。本当は包まれ感でね、仙台の方が、包まれ感あるんですけれども、それでもね、新型の方が、低い位置に座ってるような感覚っていうのかな。こうした感覚があるので、やっぱりこうね、ハンドル周り、操作とか、それに対して返ってくる反応とか、あと車のバランス、動き方で低く感じられるのが新型の方なので、全般的に新型の方がいいかなと。で、新型の方がね、乗っていて、もっとね、もっと速度を出したいなんてね、思っちゃうんですよね。車の安定感、それからハンドル周りの安定感、あとね、ステアリング周りの剛性感、こうした部分によるのかな。どんどんね、速度を上げていきたくなっちゃうぐらいの感覚が新型にはありました。ということで、ちょっとまとめていきます。全体的な部分とか、質感という部分で見たら、そこはやっぱりね、新型の方がいいです。お値段も上がっていますし、新しいですし、それは当然ですよね。ただ、仙台の方がね、悪いかと言われればもう全然そんなことはなくて、新型がなければ、未だにこう、現役として戦っていけそうな気がします。ステアリング周りはね、ちょっと古さを感じさせるようになってきましたけれども、そこを除くとね、もう本当90点が95点になっているような車ですから、利便性とか燃費とかね、そうした部分だったらもう全然ね、全然悪くない。ただ、お値段もね、中古車見ていますと、本当人気車の相場になっていますから、なかなかね、悩ましいところ、そうした感じです。で、あと、新型の方ね、ハイブリッドとガソリン比較したときに、
自分はガソリンの方がね、いいと思っていて、それは今までの動画でも述べてきました。で、ここに来て、ガソリンとハイブリッドが50万円の価格差に広がっていますから、そうなってきますとね、乗り味的にもお値段的にもガソリンの方がいいんじゃないかと、結構ね、自分はもうはっきり言えるかなって思います。ということで動画は以上です。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。